おはようございます。今から出発しようと思います。昨日はこのモシリパですね。モリシパじゃなくて、モシリパというところで、泊まらせてもらいました。バイクやっぱり多いですね。ちょっと寒いです。あ、福岡もいますね。福岡ナンバーですね。よし、朝から行きましょう。ただいま稚内ですね。朝、5時42分です。でね、今から宗谷岬行って、途中ね、白い道というのがあるらしいんですけど、ちょっとそこにガソリン入れた後にですね、その白い道というところに行ってみようと思います。今日も天気いいですね。昨日はよく寝れました。人生初のドミトリーっていうかね、なんかフェリーの2等席みたいな感じで、会話とかも特になくですね、皆さん、知らん人ばっかり集まって、で、会話とかも特になくですね、普通に淡々と皆さん寝られてたんですけど、あれですね、稚内、これで4000円は正直高いなと思います。稚内というね、場所を考えて致し方ないところあるんですけど、九州だとやっぱありえんなと思ってですね、そこら辺がやっぱ北海道と九州の違いも一つもあるのかなと思いましたですね。本当はね、テント張りたかったんですけどね、テントだったら多分数百円で済んだんで、ただ充電とか逆にできたし、お布団でね、ゆっくり寝れたっていう点考えればね、それはそれで良かったんじゃないかなと思います。本当ですね。しかし本当は走ってと思うんですけど、寒いです。今ちょっと着込んでるんで、そこまで体には応えないんですけど、本当ね、北九州とは全く違う。北九州だとね、もうすでにかなり暖かい。いくら朝といってもね、冷え込むといっても違う。だって10度ぐらいは違うのかな、最低気温って。もっと違うのか、最低気温だと多分十数度違うんですよね、これ。なので九州だと前も言ったんですけど、これ10月の下旬ぐらい、11月上旬、10月の下旬ぐらいの気温ですよね、この気温だと。なので本当感覚は違います。やっぱ風が寒いね。ちょっと厚着してよかったです。これ今春秋用のジャケットに2枚インナー着てるんですけど、それでちょうどいいぐらい。それでもちょっと冷たいなっていうぐらいなんで、朝晩のやっぱり気温差が激しくて、で特にね、今日は朝かなり冷え込んだらしくて、旭川とかね、なんか6度とか7度とかそんなレベルの気温だったらしくて、もうね、完全に九州でいうと11月です。それぐらい寒いですね、本当に北海道。お盆過ぎるとこんなに変わるんだなと思います。確かにね、こんだけ寒ければね、草の色もね、緑からね、黄金色になるはずです。だから九州よりね、本当夏から秋にかけての季節っていうのは2ヶ月はね、間違いなく早いんで、2ヶ月から2ヶ月半ぐらいね。ある意味ね、今回今日は多分無理だと思うんですけど、旭岳大雪山のやっぱ紅葉を見てみたくて、9月に紅葉を見れるなんてね、ちょっとやっぱ感覚は全く違うんですけど、旭岳行って、実は旭橋ね、旭川にある旭橋見て、大体ね、それを見ると僕の中では一応北海道フィニッシュかなと思ってます。こんだけ夏寒けりゃ本当に冬とか想像したくないね。本当にね、寒いのはね、僕苦手なんでね、やっぱ冬
は無理やな、このツーリングでね。今回思った、9月のねこの中旬ぐらいに来るんであれば根っこ馬ないとね辛い。九州でね多分ね朝でも根っこ馬してたら多分頭おかしい人なんですけど、こっちはね逆に根っこ馬がないとね冷たい風がね全部体にこう中に入り込んでいくんで、首からですね。これは辛いね。あと 1,2 時間ぐらいして気温が上がってこないとちょっとあれですね、あんまりバシバシとこう飛ばして走っていけないと思います。いやー寒い寒いです本当に、これ何度今本当にびっくり。今なんか8度とかなんかそんなレベルやろか。本当びっくりします、この朝の寒さ。そういえば去年ぐらいやったかな、一昨年かな、ウポポイウポポイってやたらなんか電子掲示板に書いてた気がするんですけど、今年は全く見かけないですね。ちょっとねあんまり大きな声で言えないんですけど、政治色がなんか匂いがするね、ウポポイ。それがまあまあなくなってね、なんかまあまあそういえば2年前そういうのがあったなっていうのを今思い出しました。アイヌってねやっぱ九州では全くね、ただ言葉とかそういうのがあるんだなというのしか認識がなくてですね、北海道の方だとやっぱり意識するんやろか。まあロシアとか辺りもね、北方領土っていうのも少なくとも我々から比べるよりはるかに意識がされるでしょうから、やっぱりするんでしょうね、いろんなとこ、身近なとこで。と言ってたら宗谷岬もう10キロですね。その前に白い道が多分あとね 2.6 キロぐらいでその宗谷公園の方になって、そっからねこっちから行くとね白い道の中出口って書いてたな。なのでホームページ見ると出口から入らない、入り口から入ってくださいって書いてるんで、ちょっとぐるっと遠回りして入り口からね走って出口にまた宗谷公園の方に戻ってくるという形になると思います。あれかな、宗谷公園、これですね、多分こっちだと思います。あ、これが白い道だろうか、違うのか、斜め右、これが宗谷公園、さっきなんやろか。おお、鹿がおる、鹿がすごいすごい。うわ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 、鹿がいっぱいいますよ。あらら、こう閉まってるやんこれ。あ、じゃあこうじゃないんだ。お、なんか鹿がおるよ、鹿が。さすが北海道、ちょっと離れたら普通に鹿がおる。びっくりしますね、鹿がおった。鹿がしかもでかっ。白い道どこでしょうね、ちょっと調べてみようと思います。鹿注意、確かに鹿注意やね、本当にそう思った。さすが北海道。これかな、そうやね、ここやね、ここから行けるみたいですよ、どうも。この先 200m、 おおすごいね、この景色もすごい。いつもね宗谷岬ばっかり行ってたから、普通のね国道使って、こういうちょっと逆光やけどね。でも車がね1台来ただけですね。朝早いんでね、まだ6時45分。
あ、これか。出てきましたね、白い道。30メートル右折。30メートル、あ、これか。ここ右折なんですね。はい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 。あ、これですね。ここらしいですよ。なんかタイヤがね、真っ白になるらしいです。昨日の情報によるとですね。おー、すごいね。景色が壮大としか言いようがない、この風車のこの数。風光明媚という言葉がぴったりですね、本当に。のー、ほら、すごいね。風車がね、多くて、なんか緑と白の本当景色が素晴らしいね。緑と白しかないっていう感じがする。白い道200メートル、スタート地点まで200メートル、もうなんかこの時点で白いけどね。ああ、これか。ここですね。ここから白い道らしいです。これ大丈夫なのか。ああ、でも意外に大丈夫やね。おお、すごいすごいすごい。普通に走れるね。砂利とかよりはるかに。ほんと道が白いね。これなんか石膏を詰めてるわけじゃないよね。なんかね、ホタテやったら貝やったっけ、それをね、細かく潰してるらしいんですよね。タイヤとか大丈夫やろかドキドキするんですけどね。まあ、それ以上にやっぱ好奇心が勝ってるのはいいね。おー、すごいすごい。これ普通にでもあれやね、ブレーキかけても全く問題ないね。素晴らしいね、これが。やっぱり利尻富士がまた見えるのがいいよね、これ。おおお、どこ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 来た。もうね、ちょっと怖くて。普通のアスファルトで平均ね、なんかブレーキ踏んだらスーッと行きそうな気がしてね、なんか、まあまあ、そんなことはないんでしょうけど、それでもね、やっぱバイク乗りの感覚としてはね、やっぱりそこを常に考えてしまうんですよね、やっぱり本能的に。これね、車だとね、そこまでないんやけど、やっぱね、こういうね、急な下り坂で、道路が普通の道路じゃないでしょ。そうするとね、これね、普通のアスファルトだったら何も気にせんとね、スーッと行けるんですけど、やっぱさ、こういう道とか、やっぱアスファルト以外の道だとね、どうしても金落ちするんですよね。うわー、すごいね、これずっと下っていくんだ。これもね、怖いな、これちょっとね。ビビリだから。結構ね、緊張してます。上の小池のダートと同じぐらい緊張してますですね。これね、上りだったら楽しいけどね、まあ自転車とかあったら下りの方がいいんかもしれんけどね。あ、これが最後やろか。だいぶなんか白いのが普通にアスファルトが出てきましたね。あ、ここまで来ると安心ですね、なんか。はいはいはい。これさっきのとこ出てくるんですよね、多分宗谷公園のところね。はいはい。ああ、はいはい、これが終了か。はいはい。よし、ということで、普通に宗谷岬行きましょう。今回はね、礼文島のスコトン岬、最北限のスコトン岬まで行って、で、やっぱり宗谷岬ですね。まあ、もう10年は来んやろうなと思うんですけどね、ツーリングとしては。もしかして、まあね、嫁と子供もね、多分宗谷岬あんまり興味ないんで、どっちかというとね、ジンギスカン食べたいとか、北海道名物食べたいとか、ね、旭山動物園行きたいとかね、どっちかというとそういう観光の方で、そ
そっちの方が目的らしいんで、わざわざ宗谷岬に来ることはないような気がしますけどね。日本最北端ですね、宗谷岬です。結構車がポツポツと、ね、白い道スタート地点って書いてあ、こっちから行くのがせいなんかもな、本当は。あんまり気にしなかったですけど、ちょっとあれですね。はい、宗谷岬にやってきました。2年ぶりですね、宗谷岬にやってきました。2年前ね、相棒と2人で来たんですけど、今回は1人ですね。今日はね、天気が本当いいんでね、最高です。9年前の来た時ね、あれを思い出します。3回もここに来れるとは思わなかったね、本当に。とてもとても遠い土地ですけど。よいしょ、江差の方に向かって走っていきましょう。ここはね、もう純粋に9年ぶりです。で、とりあえずね、道の駅が、猿払村やったかな、そこであるらしいんで、まあ、とりあえずそこを目指していって、そこから先ね、江佐ぬか線といってまっすぐの直線道路に行くことができるらしいんで、そっちの方に行ってみようと思います。すごい潮の匂いがすごいです。で、気温がね、ぐんぐんやっぱ上がってきました、この時間帯になると。気持ちいいね。潮の匂いがすごい。なんかね、ご飯と味噌汁と海苔でね、朝ごはん食べたいです。お腹も空きました。どっか食べるとこないかな。北海道はね、なかなか広大でね、食べるとこもやっぱり限られてるんで、結構ね、探すの大変です。で、評判のお店というのはね、昨日のラーメン屋さんみたいに並んでたりするし、うわー、素晴らしいね、この景色。もうたまらん。さっきのね、白い道も良かったんですけど、やっぱりね、こっちのね、走りやすい道路で、この宗谷岬からこの網走の方に向いていく道、これがね、一番やっぱり素晴らしいですよ、本当に。海がね、また水面が見える、綺麗。照り返しも朝日のね、照り返しも綺麗だし、なんやろね、この本当素晴らしさ。本当ね、こういうの見てると生きててよかったなと思います、本当に。もう本当ね、この間も言ったけど、こんな贅沢ないよ、本当に。気持ちいい。なんか釣りしおる人おるね、なんかね。
何が釣れるんやろね、ここら辺で。鮭とか釣れるわけじゃないやろうけど。ホタテで有名な猿払村ですね。なんかね、あくびが出てきた。このね、3日間、テント、ドミトリーってね、小樽はね、ホテル良くてゆっくり寝れたんですけど、やっぱね、テントとかドミトリーとだとね、どうしても眠りが浅くなるんですよね。なので、安上がりでいいんですけど、テント2日でだって500円とか520円とかで、ドミトリーが4000でしょ。だから宿代としてはね相当安いんですけど、ただね睡眠がどうしてもねちょっと質が低くなるような気がします。メロンパンナちゃんみたいなあれ。相当儲かるんやろねこれ。ホタテ加工工場とかね、なんか悪どいイメージばっかりついて回るけどね、こんなこと言ったら怒られるかもしれない。セイコーマートでホットコーヒー飲んでっか。うわ多いな。よーし行きましょう。餌の河川がね多分この近くにあるはずなんですね。なのでちょっとそっちの方に行ってみましょうか。おお、ここもあるね、防雪フェンス。やっぱあれよね、あっちのオロロンラインのが多くて、こっちの方はそんなに雪が降らんのやろか。オホーツクの方はねあんまりなんかねこっちの防雪フェンスがあるイメージがないんですよね。利尻とかもなかったような気がするけどね、レブンとかもあったやろか。あんまり気にしなかったですけど、とりあえずねオロロンラインの方ばっかりあそこそれがイメージあるんですけど、パーキングシェルターですね。あそこにあったね堂々106号サロベツ原野のとこにねパーキングシェルターあるんですけど、猛吹雪になったらここの中で待機するとかね、そういう風に活用するらしいですけど、当然ですけど九州にはありませんけどね。そんなに猛吹雪になることはまずないんで。9年前にねここ走ってるんですけども、記憶が全くなくて、こんなんやったかなって、ほとんど初めてと一緒です。だからあれか、北海道ツーリングもねいっぱいやってるけど、10年ぐらい経てばまた新しい気持ちで走れるかもしれんね。人間忘れますから。これが噂の餌の河川、行ってみましょう。とにかくね直線の道路がずっと続くっていうのだけは知ってるんですけど、おー、なんか本当あれやね、ただっ広い原野っつう感じはします。確かに熊出没注意、ちょっと怖いね。後ろから追いかけられてもね多分バイクの方が速いんであんまり気にしないですけど、前に出てくるとね、横とか前に出てくるとちょっと怖いですけどね。横もね避け切ってさえすればあれなんですけど、前にね陣取られるとさすがにちょっと怖いですね。ああ、これもすごいね、サロベツ原野みたい。確かにうわ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 、すごいね、なんとも言えん。地平線っていう感じがしますね。なんか前から気温ねなんかあれバイクやろか、あれなんやろ、反射かなんかすごいなんか光って見えたけど、車ですね。ものすごいなんかテカってますけど、
おー、ほんとね、直線、純粋な直線。しかしこれクマとか出てきたらほんと怖いな。でもクマ出てこんやろこれ。田んぼですよこれ。田んぼというかなんやろこれ、草原というか、ね、山ん中とかでないからな。鹿とかも出てくるような気配がないですよ全然。だいたいクマとか鹿ってこんな視界の広げた目立つようなところに出んでしょうね。こんだけ広げるあれやね、サッカーいっぱいできますな、野球も。ね、好きなだけチーム作って好きなだけ練習してっていう感じぐらい広い。それぐらい広い。なんか日本じゃないみたい、こんな広い草原。なんかこんなとこあるんやね。これサロベツよりすごいんじゃない本当に。ここら辺のどっかでね、ここに待ち合わせとか言っても絶対分からんねこれ。あれもないき目印もないき。この草原にね都市作れるよ本当に。こんだけどっちありゃ。すごい。サッカー好きなだけやってくれ。これ端から端まで何キロあるんやろ。このまま北九州までこういった道路で帰れるのかと思うね。3000キロぐらい。3000キロやと100キロでも30時間かかるということか。無理やな。波状路波状路、はい。波状路、はい。波みたい。また波状路だ。はい。おおおおお、怖え怖え。これスピード出せんね、怖くて。ここら辺が、はい。痛い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 。お尻が痛い。はい。あ、ちょっと緩いね。紋別ぐらいから内陸に入っていこうかなと思います。旭川方面の方向いて。ね、去年一昨年とね道東回ってるんで、道東は今回パスしてね、もう旭川方面に行って行こうと思ってます。中頓別っていうのもあるよね。浜頓別、頓別、中頓別、頓別が多いな。あ、で紋別もあるしな。あ、釧路難波や。今度は釧路難波が出てきた。さすがにね、稚内行くまでとか利尻島とかね礼文島ではそういうのは見なかったんですけど、こっちのね東が道東方面に向かってるとやっぱり釧路とか出てきましたね。北見とか釧路とか出てくるやろね。北緯45度。北緯38度があれかいね。韓国と北朝鮮。45度ってどれがローマとかって言ったね。なんかヨーロッパのことで。だからローマとかってだいぶ南にあるイメージなんですけど、実はあれ緯度が高くて北海道とあんま変わんないぐらいの場所で聞いたことあるんですよ、ローマで。パリとか多分北海道より上なんじゃなかろうか。でイギリスはねもっと上にあるんですけど、イングランド、ロンドンとか。だからロンドンって
冬とかものすごく寒いって言いますよね。でただローマってそんな寒いイメージないじゃないですか。まあ、あれは皆さんご存知の通りヨーロッパの偏西風というね、冬にも暖かい風が吹くんで比較的気温が下がりにくい。なのでローマとかね、なんとなく常夏とは言わんけど、まあ日中帯もポカポカしてるイメージがあるけど、実はね北海道より緯度が高い、北海道と一緒ぐらいだったかな、緯度が高いとか、それぐらいのあれらしいんで、それねよく学校のテストでも出てこなかったっけな。そうそう、北海道でね2番目に大きい都市はって言ったらみんな結構知らないんですよね。大体ね函館って答えるんですよ。ちょっと待て、函館よりもっと大きい都市あろうがって言っても意外なくて、で旭川っていうと、ああ聞いたことあるとか、ああそっかそっかとかっていうのとかですね、よく回答で出てくるんですけど、旭川ってねあんまり確か函館と比べると観光要所はどうしても函館に負けるかもしれないですけど、まあね、旭山動物園とか滝田旭岳とかね、結構ね函館は函館で、ああ旭川でね見るところもあるので、昔来た記憶あるね。なんか